今日はチャクラについて解説していくのだ。チャクラって言葉は聞くけど、何なのかわからないです。そうそう。チャクラってそもそも何なのよ。あと、タントリックヒーリングっていうのもチャクラと関係あるの？タントリックヒーリングもチャクラと関係あるのだ。人によってチャクラの捉え方は違うんだけど、今日は一番明確なチャクラの定義を紹介しつつ、概念だけでなくて実際に何が起きるのかを解説するのだ。チャクラが開いたらどうなるのか気になります。ふわっとした話ではなく、リアルなところをお伝えするのだ。何か言いたげね。まず先にチャクラが開いたらどうなるのかを簡単に説明するのだ。チャクラが開くと 95% の人が眠らせている感覚が目覚めるのだ。簡単に言うと敏感になるのだ。敏感。次に女性で言うと中で行けるようになるのだ。ほとんどの男性は気づいていないけど、女性の半分は中で行くことを経験したことがないのだ。チャクラがすべて開くと脳域できるようになるのだ。これは宇宙とつながる体験と表現する人もいるね。宇宙と、すごいですね。最終的には毎日が楽しく幸せに感じられるようになるのだ。それってやばい宗教？そういう意味合い的なこととは違って、リアルな話なのだ。じゃあチャクラの基本的なことを説明するのだ。まずチャクラというのは古代インドから伝わるもので、チャクラとはサンスクリットで、円、車輪、ろくろを意味する言葉なのだ。第1チャクラから第7チャクラまであって、言ってみれば人間の重要な部分を幹のように例えたものなのだ。なんかこういう図は見たことがありますね。現代では色や意味合いを当てはめたりすることがあるんだけど、もともとはそういう秩序的なものはなかったとされるね。オーラとは違うんですか？オーラ的なものと結びつけたい人のことを僕は否定はしないけど、本来チャクラとは関係ないものなのだ。そうなんですね。一つ一つのチャクラに意味合いはないの？一つ一つのチャクラにあるとされる意味合いを紹介するのだ。ただ、あまり意味合いを重視しても仕方ないのだ。どういうこと？チャクラを占い的な捉え方をする人もいるけど、チャクラは具体的に開いて、実感が伴ってなんぼだと思うからなのだ。関西人やね。ズン、ズン、ズンズンだもん。まず第一のチャクラ、ムーラダーラチャクラ。これは円にあって、勢力が宿るとされているのだ。ここが一番根源になっているのだ。次に第二チャクラ、スワーディシターナチャクラ。現代の解釈だと、創造性や自立心を司るとされるね。これは陰部にあるのだけど、子宮のチャクラや丹田のチャクラとも言われているね。婉曲な表現ってことね。実際のセッションでは、この第二チャクラから開く女性が多いのだ。この場合は、陰部ではなく、下腹部を外側から触れることで開くことができるんだけど、ヨニケアを通じて内側からもこのチャクラを開くこともできるのだ。ヨニケア。ヨニとはヨーニとも言って、女性の生殖器を示す言葉なのだ。断っておくけど、いきなり下腹部やヨニを触ったから第二チャクラが開いたりすることはないので、安易な考えは禁物なのだ。ほんまそれ。第3のチャクラはマニプーラチャクラ。これは溝落ちのチャクラとも言われているね。第2チャクラと合わせて、はじめに開きやすい場所でもあるのだ。現代の解釈だと、自信、自分を信じる力や活力を司るとされるのだ。第4のチャクラはアナーハタチャクラ。胸のチャクラだね。愛や情緒、感情を司る。第5のチャクラはビシュッタチャクラ。喉のチャクラ。表現力やコミュニケーションを司るとされていて、喉に何かがつっかえているような表現をする人もいるね。実際僕のセッションでも喉のチャクラが開く人が多いし、喉のチャクラを開きたいという人もまあまあいるのだ。第6のチャクラはハージュニャーチャクラ。眉間のチャクラ。直感力、知恵を表す。ここは実際には眉間ではなくもっと奥の方、消化体に宿るという考えもあるのだ。第7のチャクラはサハスラーラチャクラ。頭頂のチャクラ。目的、宇宙の力を司るとされるのだ。さらに7つのチャクラに加えて天と地があって、体のチャクラが天地とつながる、宇宙とつながるという考え方もあるみたいだね。
それはなんか神秘的でもあり、ふわっとした話ね。精神世界のことはここでは扱わないけど、僕がセッションした人でも宇宙とつながったと表現する人はいるんだけど、これは心を解放する話とつながっていると思うのだ。また別の動画で解説する予定なのだ。第2チャクラの子宮のチャクラが開きやすいという話ですけど、何か理由があるんですか？そうだね。僕のセッションを受けに来る女性は、子宮のチャクラを開きたいという人が一番多いので、次はタントラの話をするのだ。タントラ？何それ？ズン、ズン、ズンズンだもん。タントラはタントリックヒーリングとも言われて、簡単に言うと女性の性的な生命力を引き出すものなのだ。もともとは、ヒンドゥー教においてシバ神秘に例えられる女性的力道の概念であるシャクティ、勢力の教義を説くシャークタ派閥の正教軍、後期密教聖典の通称なのだ。ややこしいわね。タントラも精神世界的な捉え方をする人もいるんだけど、現代では男女の関わり方の質の向上のために扱われることも多いね。僕の場合は、タントラは子宮のチャクラを開くという捉え方をしていて、はじめは性的な力を引き出していくんだけど、それが消化されていくと、性的なものを超越して、生命、つまり生きていること自体の気持ちよさ、喜びを感じられるようになるので、すべてのチャクラを開いていくためのきっかけと考えているのだ。性的な力と生命力って関係あるんですか？性的な力というのは、遺伝子が子孫をつないでいくために重要なこと、つまり一番大事な生命の力ということなのだ。この21世紀の世の中で、未だにタブー視されることでもあるけど、生きていく上で一番大事なことだと思うのだ。何でもエロで片付けてはいけないってことね。そうなのだ。タントラ、つまり子宮のチャクラを開いていくことが、他のチャクラを開いていく上でも、初めのきっかけになりやすいのだ。子宮のチャクラはお尻側にもあるのね。仙骨やお尻のツボのあたりから子宮のチャクラを開くこともできるのだ。僕は試行錯誤しているうちに見つけたのだけど、クンダリーニとも言われているのだ。クンダリーニ？また新しい言葉が出てきてややこしいわ。クンダリーニも神秘的な体験として語られることもあるけど、子宮のチャクラを開くこととつながっていると僕は考えてるのだ。縁や正気、子宮などに生命力が宿っているという考え方は直感的にわかりやすいのだけど、僕の場合、子宮のチャクラに限らず、すべてのチャクラを開くことが、普段幸福感を感じやすくなることにつながると考えているのだ。幸福感？ほんとそれ怪しいあれじゃないでしょうね。宗教ではないから、安心するのだ。子宮以外にもチャクラが開かれていくことは、心を解放することにつながるのだ。心を解放？どんな風になるんですか？話が長くなってきたからまた次回に話をするのだ。またじらすわね。チャクラのことが分かってよかったわ。次の動画も楽しみにするのだ。ズン、ズン、ズンズンだもん。